パパの言うことに逆らうと、あんたもすぐクビにされちゃうよ。静かな面接室に甲高い笑い声が響き、なんとも不快だ。さらには、合格は決定しているんだから、面接は必要ないわよね。もう帰るわよ。と言って、勝手に帰ろうとし始めたのだ。部長の娘は面接官である俺を完全に見下している。もう我慢の限界だ。不採用です。気づけば俺は部長の娘にそう告げていたのだった。俺の名前は立花優斗。父が経営する会社の人事部で働いている。父の会社に入社する前は別の会社で働いていた。その会社はいわゆるブラック企業というやつで、サービス残業は当たり前。社員同士も派閥があり、足の引っ張り合いをするような雰囲気だった。だが仕事内容にやりがいを感じていた俺は、この先もこの会社に勤める気持ちでいた。しかしそんな俺が突然父の経営する会社に転職することになった。父からどうしても将来は後を継いでほしいと頼まれたからだ。俺の父と母は俺が小学生の時に離婚している。俺は母についていき、父とは離れて暮らしていた。と言っても離婚後も父とは交流があり、俺と父との仲は悪くなかった。父は母と離婚後に独立し会社を設立。父の会社は大成功し、今もどんどん拡大しているらしい。俺は悩んだ末に父の頼みを受け入れることにした。しかし、父のせいで特別扱いされることが嫌だった俺は、周りには父の子供ということは内緒にして働くことにした。普通の中途採用の平社員として一から仕事を学び始めたのだ。俺が配属されたのは人事部だった。以前の会社でも人事部で働いていたので、その経験を生かし即戦力として働くことができた。同じ部署の社員たちからの評価もよく、期待もされていた。しかしそんな俺のことが気に入らない人物がいたのだ。それが俺の上司である福田部長だ。入社して1ヶ月、社内の雰囲気にも慣れた頃、俺は福田部長に呼び出された。立花君、君、新人のくせに少しいい気になっているんじゃないか。思いもよらない部長の言葉に俺は驚いた。いい気になっているとはどういうことでしょう。俺がそう尋ねると、君は高卒なんだろう。高卒は雑用だけをしていればいいんだよ。福田部長はそう言うと、その日から俺に雑用ばかりを押し付けてくるようになったのだ。仕事をさせてもらえず、掃除や書類整理ばかりさせられる日々。同じ時期に入社した女性社員はもうとっくに新しい仕事を覚えているというのに、俺は何度か部長に掛け合ったが、君みたいな低学歴に大事な仕事を任せられるかと言って聞き入れてもらえなかった。同じ部署の先輩たちも俺に哀れみの目を向けている。しかし部長には誰も歯向かうことはできない雰囲気で、誰も俺を助けようとはしなかった。そんなある日、父にたまには食事でも行かないかと誘われ、一緒に寿司屋に行くことになった。仕事はどうだ？もう慣れたか？そう父に尋ねられ、俺は戸惑った。正直順調とは言えない。一瞬部長のことを話そうかと迷ったが、告げ口したみたいで嫌なので、まあね、順調だよとはぐらかした。それはよかった。いつかお前がこの会社を継いでくれるのが楽しみだよ。俺はそう言って笑顔になる父の期待に応えたいと心から思った。そのためにもいつまでも雑用ばかりしているわけにはいかない。
次の日、俺は部長に話をしに行った。少しお時間いいですか？なんだ、今忙しいのが見てわからないのか。部長はそう言いながら不機嫌そうに新聞を広げている。そろそろ新しい仕事を覚えたいんです。俺がそう言うと、部長は新聞から顔を上げ、ぎろりと俺を睨んだ。なんだと、生意気なことを言いやがって。しかし、もう他の同期はいろいろな仕事をしているのに、私だけ雑用ばかりはおかしくないですか？俺がそう主張すると、部長は、俺のやり方が間違っているというのか。だいたい高卒のお前なんか採用するつもりなかったんだよ。たまたま俺が体調不良で面接ができなかったから採用されただけなんだからな。俺が面接していればお前なんか不採用。今頃この会社にいなかっただろうよ。と唾をまき散らしながら怒鳴ってきた。そして、俺はお前みたいな低学歴が大嫌いなんだよ。わかったら今日も雑用してろ。そう言って部長はまた新聞に目をやり、しっしと俺を手で追い払った。何を言っても聞く耳を持たないといった様子だ。そんな様子を見ていた先輩が俺にこそっと話しかけてきた。おい、あまり部長を刺激しない方がいいぞ。部長はいつもターゲットを見つけてはこんな風に嫌がらせをするんだ。今まで歯向かったやつは全員クビにされた。先輩は俺を心配してくれているようだ。そんなのおかしくないですか？部長の好き放題させておいていいんですか？俺もそう思うが現実は厳しい。部長は人事部の特権で自分にとって都合のいい人間を採用しているんだ。だからこの会社は必然的に部長の権力が大きくなっている。だから下は誰も逆らえないんだよ。お前も新しいターゲットが現れるまで我慢しろ。衝撃の事実を知った俺は怒りで体が震えた。自分の立場を利用して好き勝手に採用をしているなんて、そんなこと絶対に許してはならないことだ。俺はその日からこっそりと過去の採用を調べ、部長との関係を洗い出すことにした。いつか部長の悪事を暴いて会社にはびこる悪習を正してやると心に誓った。そんなある日、俺に雑用以外の仕事が舞い込んだ。専務から直々に今日は福田部長の代わりに立花君が面接官をするようにと言われたのだ。どうして立花がと部長は憤慨していたが、専務はあなたの娘さん面接を受けに来ていますよね。身内の面接はできませんときっぱり言った。どうやら部長は就活に来ている自分の娘を面接する気満々だったようだ。私は公私混同なんてしません。自分の娘であっても公平に評価しますよ。と部長はしつこく食い下がっていたが、これは決定事項だからと言われ、しぶしぶ諦めていた。そして、おい、立花、分かっているだろうな。部長はそう言って俺を睨みつけた。何がですか？俺の娘を落としたらただじゃおかないからな。部長は忌々しげにそう言うと自分のデスクに戻っていったのだ。そういうわけで俺は係長と2人で面接官をすることになった。正直面接は前の会社にいた頃もよくしていたから慣れている。数名の面接が終わり、次に入ってきたのが福田部長の娘だった。俺は彼女を見て驚いた。明るい髪色に派手な化粧、短いピンクのスカートに胸元の露出が多いフリルのついたシャツ。とても面接の格好とは思えない。福田絵里香です。彼女は気だるそうに言いながらノックもせずに面接室の中に入ってきたのだ。
どうぞおかけください。係長がそう言うと、エリカは、はーい、と言いながらドカッと椅子に座り、いきなり足を組んだ。エリカのでかい態度にあっけに取られる俺と係長。しかしエリカは俺たちの反応を気にすることなく、つまらなそうに指の爪を眺めている。では福田さん、どうして我が社で働きたいのか理由をお聞かせください。係長がそう尋ねると、エリカは、とりあえずいい会社に入って出会いを探すのもありかなって思って、私早く結婚して専業主婦になるのが夢なんで、別に働きたくはないんですけど、と言い出したのだ。いきなり何を言い出すんだこの子は。俺は思わず、そんな理由で面接を受けに来たんですかと強い口調でエリカにそう尋ねた。するとエリカは俺を見てぶっと吹き出した。ねえ、もしかしてあんたがパパの言ってた無能くんか。は？俺はエリカの言葉に困惑した。パパからさっき LINE が来て、無能くんが面接することになったって教えてもらったの。エリカはそう言って携帯を取り出し、福田部長とのやりとりを俺に見せた。急に例の無能が面接官をすることになった。だが、俺が採用されるようにうまく手を回しておくから心配するな。ですって。ウケる。メッセージの内容を読み上げるエリカ。なんだって？部長の不正を悪びれることもなく暴露するエリカ。俺と係長は思わず顔を見合わせた。いつもパパからあんたの話は聞いてるのよ。無能くん。エリカは見下したように俺を見て笑っている。なるほど。福田部長は私のことを何とおっしゃっているんですか？俺がそう尋ねると、エリカは生き生きと話し始めた。高卒で何の取り柄もないやつが手違いで入社してきた。本来はクビにしてやりたいところだが、仕方がないから雑用をやらせている。チャンスがあればいつでもクビにするって言ってたよ。エリカはそう言ってクスクスと笑った。へえ、そうなんですね。パパの言うことに逆らうとすぐクビにされちゃうよ。静かな面接室にエリカの甲高い笑い声が響き、なんとも不快だ。そしてエリカはひとしきり笑った後、合格は決定しているんだから面接は必要ないわよね。もう帰るわよ。と言って帰ろうとし始めた。残念ですね。あなた不採用ですよ。俺は気づくとエリカにそう告げていた。はあ？目を見開き驚くエリカ。聞こえませんでしたか？不採用です。俺はエリカにもう一度そう言った。エリカは今にも切れそうな顔で、あんたにそんなこと決める権限ないでしょ、無能のくせに。と言ってきた。あなたのような性格も態度も悪い人間はこの会社にふさわしくありません。俺ははっきりとエリカにそう言った。するとエリカは般若のような顔をしながら携帯を取り出し、パパをここに呼んでやるわ。この会社で働けなくなるのはあんたの方よ。と言って部長に電話をかけたのだ。かわいい娘に呼び出され、すぐに部長が駆けつけてきた。どういうことだ？福田部長は顔を真っ赤にして俺に向かって怒鳴り散らした。パパ、こいつがエリカのこと不採用だとか、この会社にふさわしくないとか言ってきたの。エリカ怖かった。そう言ってわざとらしく鼻をすするエリカ。そんなエリカを見た部長はますます火がついたのか。お前ごときがわしの可愛い娘を泣かせるとは何事だ。許さん。お前なんかもうクビだ。とさらに俺を怒鳴りつけた。そんな部長の陰に隠れ、
俺を見てにやつくエリカ。部長、自分の娘だからって公私混同せずに公平に面接するって専務に言っていましたよね。だけど娘さんは部長が手を回すから自分は採用確定だと言っていましたよ。俺がそう指摘すると部長はますます大きな声で、俺の娘のような優秀な人材を採用して何が悪い。面接なんてしなくても合格でいいくらいだ。と叫んだ。お言葉ですが、私から見て娘さんはこの会社にふさわしい人物とは思えません。なんだと？お前みたいな低学歴には人を見る目がないだけだ。わしの可愛い娘にそんな口を聞いてただじゃおかないからな。これまでも何人もの社員を不正に採用していますよね。そんなことがまかり通っていいんですか？俺は怒りを込めて部長に尋ねた。うるさい。お前みたいな無能は黙って俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ。お前が首を突っ込むところじゃない。だったら社長にすべてお話ししましょうか。俺がそう言うと部長は目を見開いた。お前ごときが社長の名前を出してくるとは生意気な。いいだろう。お前みたいな下っ端社員の言うことと俺とどちらの言うことを信じるかな。せいぜい恥をかくがいい。残りの面接は係長に任せて、俺と部長、そしてエリカは社長のもとへと向かうことになった。突然の訪問に社長は驚いたように俺たちを出迎えた。そして困惑したように、一体何事だねと俺たちに言った。社長、聞いてください。この立花という雑用係が私の代わりに娘の面接をしたのです。しかし私に恨みでもあるのか、娘に圧迫面接をし、暴言を吐いたようです。お前はこの会社にふさわしくないだの、不採用だの言われた娘は泣いています。部長は我先にと社長に訴えた。私すごく怖かった。傷つきました。それにこんな人が働いているなんて会社の印象も悪くなると思います。部長に続いてエリカもわざとらしく泣き真似をしながら被害者アピール。立花君、この話は本当かね？社長が鋭い目線を俺に投げかけた。それは社長がご自身で判断してください。俺はそう言ってボイスレコーダーを取り出した。部長の顔色がさっと変わる。立花君、なんだねそれは。ボイスレコーダーですよ。面接中、娘さんの僕に対する発言がおかしかったので、途中から録音していました。先ほどの部長の発言もすべて録音しています。俺がそう言うと、部長は、どうしてそんなものを持ち歩いているんだと真っ青な顔でつぶやいた。前に勤めていた会社では社員同士の足の引っ張り合いが日常茶飯事でして、その時にボイスレコーダーで録音していないと陥れられてしまうことがたびたびあったんです。その時の癖で今もいつでも録音できるようにボイスレコーダーを持ち歩いているんですよ。俺はそう説明した。そこに真実が録音されているんだな。では聞かせてもらおうか。社長がそう言ってボイスレコーダーを手に取ると、部長はガタガタと震え出した。社長、ボイスレコーダーなんか聞く必要ないですよ。私を信頼してください。そう言って必死に社長に訴えかけている。こんな高卒で雑用しかできない無能なやつの言うことなんか聞く必要ありますか？そうだろエリカ。そうですよ。こんな人の言うことを信じちゃダメです、社長。親子揃って大慌て。しかし社長は首を横に振った。いや、それは聞けばわかることだ。そう言って再生ボタンを押した。スピーカーからエリカと部長の集体が明らかになっていく。音声を聞く社長の顔もどんどん険しくなっていった。
そしてすべて聞き終わると、どういうことだね、福田君。社長はそう言って厳しい目を俺に向けた。これは、何と言いますか、語弊がありまして。そう言ってもごもご言い訳をする部長。エリカもそんな父の姿を不安げな顔で見ている。君は自分の立場を利用して不正な採用をするつもりだったのかね。社長は鋭い口調で部長を問い詰めた。そんなつもりはめっそうもございません。現に君自身が娘の採用に手を回すと言っていたじゃないか。社長に追及されしどろもどろになる部長。実は部長は過去にも不正な採用をしています。俺がそう言うと部長は、そんなことはしていない。でたらめ言うな。と掴みかかってきた。でたらめではありません。これを見てください。俺はそう言って部長を振り払い、胸ポケットから USB を取り出した。そこには部長の不審な採用についてまとめたデータが入っている。社長は無言でそれを受け取ると、それを PC につなげた。これはどういうことだ。映し出されたデータを見た社長は絶句している。俺がまとめたデータを見れば、筆記や面接の点数が高い人が落とされ、低い人が採用されているのが一目瞭然だ。しかも不正に採用された社員は皆部長と何らかのつながりがある人物ばかりなのだ。部長は消え入りそうな声で、お前、いつの間にこんなものを。と言い頭を抱えている。パパ、大丈夫？エリカが部長を揺さぶった。エリカ、パパはもうダメかもしれない。すまん。涙ぐむ部長。しかし、それってエリカここで就職できないってこと？最悪。パパが何とかしてくれると思って今まで我慢して優しくしてあげてたのに損した。エリカの態度が急変し、まるで生ゴミでも見るかのような目つきで部長を見ている。エリカ、そんな。娘の裏切りにショックを受け、部長は口をパクパクさせた。親が親なら子も子ですね。そうだな。俺たちは部長が少し気の毒になった。とにかく君は不採用だ。今すぐ出て行きたまえ。社長はエリカを帰るように促した。しかしエリカは、何よ、最悪。エリカを傷つけた慰謝料を払いなさいよ。としつこく文句を言って帰ろうとしない。結局エリカはギャーギャーと叫びながら警備員につまみ出されたのだった。社長、すみませんでした。そう言って頭を下げる部長。君が一番謝るべきなのは私の大事な息子にだろう。社長がそう言うと、部長は、息子？どういうことですか？と目を見開いた。離婚して妻が引き取ったので名字は違うが、この子は実の息子なんだ。この会社の跡取りだ。そう言って社長は俺の肩に手を置いた。社長の言葉に部長は、これまでのプレーをお許しください。お願いします。本当は優秀な方だと思っていました。と泣きついてきた。見事な手のひら返しだ。今さらそんなこと言っても無駄ですよ。今まで部長がしてきた悪事の数々は消えません。俺がそう言うと、部長は絶望的な顔になった。いつもの傍若無人な部長が、今は別人のように弱々しく、床にへたり込んでいる姿は何とも情けない。私はクビですか？部長は弱々しく社長に尋ねた。社長は少し黙って考え込んでいる。そして、クビでもいいが、こうしてはどうだろう。社長のその提案に、俺と部長は驚いたのだった。
次の日、おはようございます、立花さん。コーヒーどうぞ。ああ、ありがとう、福田くん。なんと部長は降格し、俺の下で働くことが決定した。俺が部長を再教育することになったのだ。これもいい経験だと思い、俺も気合を入れて部長の根性を叩き直すことにした。俺が今までやっていた雑用も今や部長の仕事だ。部長は今プライドを捨て悔しそうに歯を食いしばって毎日働いている。周りも別人のような部長に戸惑いを隠せていない様子だ。しかし部長の権力が完全になくなったことで社内には平和が戻ってきた。不正な採用もなくなり優秀な人材が入ってくることで会社はさらに上向きに伸びているようだ。俺もいつか社長になる日までたくさん経験を積んで会社に貢献していきたいと思う。